ジョジョの奇妙な冒険、ファントムブラッド。令和の現代でも舞台化されるほど色褪せることのないジョジョの始まりの部である。そして過去2006年にも単体でゲーム化されている。ただこのゲーム、ストーリーのテンポの悪さや演出面、操作性など問題点が多く評価の方は芳しくない。そんな本作だが声を大にして評価したい点がある。それは、原作愛。本作はジョジョ第1部のストーリーをほぼ再現しており、登場キャラもメインからマイナーキャラまで多種多様。これだけならば単なるキャラゲーだがこのゲームは一味違う。こいつらみんなプレイアブル。というわけで今回の動画では、本作のおまけモードで使用可能な狂気とも言えるラインナップのキャラたちを紹介していくよ。まずは少年時代編からジョナサンとこのゲームの初心者をボコボコにした悪ガキ2人が参戦。通常攻撃が貧弱でジョナサンの AI も結構いいのでなかなか攻撃が決まらないが、ダッシュ蹴りがやたら強い。ヒットすると強よろけになるためダッシュ蹴り連発で跳ね続けることが可能。ちなみに悪ガキ両方とも性能は同じ。そしてディオだろうがダッシュ蹴りさえ決まれば一方的にボコることが可能。そこに痺れないし憧れない。お次は青年編からスピードワゴンの取り巻きの入れ墨。まずはザメイがやたら物騒。そして通常攻撃がとにかく優秀。このようにほとんどのキャラに何かしら尖った強みがありそれに気づくと戦闘が一気に楽になるのが面白いところ。今度は同じくスピードワゴンの取り巻きの憲法家。東洋の神秘中国憲法。この蹴りを食らって、あの世まで飛んでいくね。ご覧の通り口調も動きも癖が強い。しかし憲法家の縄立てではなく格闘技全般の性能が高い。ただ無駄にためも隙も大きい上リターンも全然ない謎技も持っている。強い上にネタ要素に事欠かないと何かと美味しい男である。お次はディオに血を吸われてゾンビとなってしまった哀れな警官。各攻撃モーションが緩慢で隙も大きくかなり扱いづらい。しかしこのキャラにもちゃんと強みはある。コンボのシネの回転アタックが強い。そして不死身のゾンビなのでダメージを受けても赤ゲージが瞬時に回復し、体力がゼロになってもそう簡単にやられない。ゾンビの弱点といえば大量のエネルギー波紋だが、現段階でそんなものはないのでゾンビの恐ろしさを存分に発揮できる。第一部官。お次は一般人枠から警官参戦。そりゃディオに殴られたらそうなるわ。ちなみに通常技の性能は悪ガキと一緒。つまりダッシュ蹴りでハメ技が可能。それに加えメインキャラが持っているチャージ攻撃が使えて手持ちの拳銃を発砲できる。しかし相手は不死身の怪物。前述した通り体力をゼロにした後も攻撃し続けないと倒すことができない。ディオはどんなに攻撃しても倒せないので、かすっただけで半分以上持っていかれる攻撃をかいくぐりながらゾンビを倒すとクリアとなる。お次は吸血鬼サイドからワンチェン。攻撃リーチ、速度ともに優秀で回避アクションは距離の長いバックステップ。さらにワンチェン含む大体のネームドキャラはチャージ攻撃に加え、体力を消費してダメージリアクションを無効化するバーストも持っている。そしてこちらは一部のキャラのみだがこのゲームで数少ない状態以上の毒が強い。毒に侵されると緑色になって自動回復がストップし、スリップダメージが入り続ける。さらに防御力が大幅に低下するというぶっ壊れ効果で、相手がディオだろうがあっという間に撃破することができる。お次は同じく吸血鬼サイドからジャック・ザ・リッパー。ワンチェンとは対照的にスピードよりも攻撃よりなパワータイプ。ガードブレイク技を持っているほか攻撃範囲が広く、全方位技もあり多人数相手に強い。さらに毒まで持っているためジョナサン一行総出でもまとめてボコせるほどの性能を誇っている。まさに残落性、異常性はディオ以上の男。なぜプレイアブル化したランキング堂々1位。石仮面をかぶり永遠の命を手に入れた長が、次々襲ってくる部族の者たち相手に無双するという本作でも屈指の謎シチュエーション。群衆にダッシュ攻撃で飛び込む様はロックライブのダイブのごとくである。
何よりバーストを使うと首が伸び縮みするのが面白すぎる。謎シチュエーションといい延々と響くオサコールといい、このゲームのおまけをネタたらしめる最大の要因と言っても過言ではない。お次はご存知誇り高き黒騎士ブラフォード。意外それは髪の毛を使った剣技ダンスマカブヘアで、縦横無尽に動き回りながら広範囲の攻撃が可能。状態異常技は持っていないが高い基本戦闘力と強力なチャージ攻撃で敵を一網打尽にできる。パワーとスピードを兼ね備えたまさに勇者にふさわしい戦いができるキャラだ。でかーい説明不要。今度は巨漢の騎士タルカス。見た目通りの凄まじいパワーを発揮し少し攻撃をかすらせただけでも敵の体力をごっそり持っていく。そして見た目とは裏腹に軽やかなバックステップも可能。技も多彩でガードブレイク技に加えチャージ攻撃は各段階ごとに時短だ。ヘルヘブンスネーキル、地割れに変化。さらに吹っ飛ばされてもダウンしないと殺戮のエリートのごとき戦いぶりができる。しかしさっきから気になっていると思うけど問題があって、体がでかすぎて前が見えない。このゲームただでさえカメラワークが悪く操作性に問題があるのだが、タルカス使用時もカメラの距離が近いため操作性の悪さに拍車がかかっている。ただ操作性の悪さもキャラの調整能でなんとかなっているところがある。タルカスも骨ごとミンチにする超パワーで敵をひとひねりにすることが可能だ。お次は怪人ブービー。原作通り毒による攻撃が特徴で、このゲームの毒はめちゃくちゃ強いのでキャラの強さもまた同様。全方位攻撃で毒にできるので複数の敵にばらまきながらまとめて攻撃ができる。ただこのブービーが使用できるステージだけ撃破ノルマが50体とやたら多い。そのせいでキャラ性能とは裏腹に妙に時間がかかってしまうのが難点だ。誰だこいつらって聞きたそうな顔してんで紹介させてもらうがよ。こいつらアジオとの最終決戦手前で出てきた極系ゾンビ。そう言われてもわからない？そうなっても仕方がなく、こいつらそもそも戦闘シーンもなければ外見も安定しない。一応剣を持っている方は登場しているが原作とは顔や細部のデザインが変更されている。爪ゾンビといえばなどと規制を発しながらジョナサンに襲いかかり、返り討ちにあった奴がいるがそっちとは似ても似つかない。こんなそもそも戦闘シーンすらない奴らまでプレイアブルにしてしまうのがまたこのゲームの面白いところである。性能の方はというとまずどちらも毒を持っている時点で強い。他にも範囲攻撃の回転切りも可能と基本技も優秀。そして剣の方はそんなことよりもとにかくスライディングが強い。悪ガキや警官の飛び蹴りと同様命中すると相手が強よろけになり連続で当てるとはめることが可能。カメラワークのせいで狙いはつけづらいが、とにかく動き回るためローリスクハイリターンな攻めが可能。俺の名はペイジ、ジョーンズ、フラント、オーナム。全国2300万の血管新ゾンビファンの皆様お待たせしました。いよいよこいつらの出番です。一人を除いてクソ雑魚です。そしてバーストの際独特なポーズを決めるのが特徴。まずはペイジだが4人の中で2番目にマシ。なぜかって通常攻撃が普通の性能をしているから。しかし血管新ゾンビが使えるステージはジョナサン、スト様、ローシュトンペティといった手だれの破門戦士がいるため今作でも屈指の難易度。お次はジョーンズ。最弱候補その1。通常攻撃に無駄な飛び込みがあり発生が遅いのでめちゃくちゃ使いづらい。初段の性能が悪いのでその後のコンボもクソもない。お次はプラント。血管新ゾンビ最強の男。ガードブレイク付きのタックルというぶっ壊れ技を持っており、ガードを多用する手だれの CPU をボコることが可能。そして通常攻撃も普通に使える性能で、バーストでひるませた敵を吹っ飛ばし得意のタックルに持ち込める前に調整できる。他の技は癖が強く扱いづらいがタックルのぶっ壊れ性能を考えたら些細な問題である。最後はプラント。最弱候補その2。ジョーンズ同様通常攻撃に血管を抱えており敵を圧倒できるような尖った強みがない。ちなみにゾンビは破門使いの攻撃を受けると自然治癒がストップし、体力がゼロになっても倒れないという特性も無効化される。プラント以外のクソ雑魚3人は一体どうやってこの高難度ステージをクリアすればいいのか？そう、こいつらの代名詞血管新攻撃である。血管新攻撃にはガードブレイク性能があり敵をダウンさせることが可能。バックステップで間合いを調整し、突っ
ち込んでくる敵を血管進攻撃でダウンを繰り返すのが最も現実的な攻略法だ。ただし発生が遅く攻撃判定も小さい上、狙いは手動で調整しなくてはならないので難しいことに変わりはない。しかしそれを乗り越えタイマンにさえ持ち込んでしまえば、バーストとガードブレイクのゴリ押しでなんとかなる。ちなみになぜかプラントの血管進攻撃だけガードブレイクの青いバリバリエフェクトが出ているのにもかかわらずガードされる。それにしてもここで一生分の血管進攻撃を発生したな間違いなく。全国1億2000万のダイヤーファンの皆様、お待たせしました。ついにこの男が参戦です。そもそもこのゲームのジャンルは波紋疾走アクション。呼吸法で波紋を練りポージングを決めステータスを強化しながら戦うのが本来の姿である。ポージングを決めながら、ギャングダンスのルーツはダイヤーさんだった？まあとにかく、このゲームの波紋戦士は総じて全体的な性能が高く優秀。チャージ攻撃とバースト技を持っているのはもちろんポージングによるステータス上昇、波紋によるスタン効果といった強力な特性を備えている。ダイヤーさんは波紋入りのバラ投げやコンボのフィニッシュで波紋によるスタン技が使える。そして左上の山吹色の円型ゲージをマックスにすると覚醒技が使用可能だ。我が名はダイヤ。僕の淵に沈めてやる。必殺アンダースプリットアタック。これが波紋疾走アクションだ。原作で戦闘シーンが1コマしかないローシトンペティも当然のごとく参戦。そしてこのじいさんめちゃくちゃ強い。ジョナサン、スト様に並ぶワンボタン全方位波紋の使い手で、コンボフィニッシュでも波紋の範囲攻撃が可能。ポージングは後の部のキャラを彷彿とさせるものから謎ポーズまで様々。もちろん覚醒技もある。その名も波紋ビンタ。唯一の戦闘シーンがビンタだったためこんな技名になってしまった。ちなみにその時スト様は素手でゾンビの生皮を剥いでいた。今度はこのゲームのために荒木先生によって書き下ろされたキャラたち。タルカスとブラフォードが挑戦した試練77のリングを勝ち残った歴代の騎士が、ディオの手でゾンビとなって蘇った。原作で名前と人物らしきものが描写されているが人物は別人だったらしく、こちらのゲームの姿とは似ても似つかない。獅子王ウィンザレオは斧を使ったパワー溢れる戦闘スタイルが特徴。特に地割れ攻撃は連発することでものすごいダメージを与えることも可能。ただこの騎士たちが使えるステージは他の4騎士が一斉に襲いかかってくるため一筋縄ではいかない。持ち前のパワーと不死身ぶりを活用して一気に押し切ることが肝心だ。お次は稲妻の騎士アイクマン。このゲームが発売された2006年は第7部の連載時期で当時の絵柄が強い。アイクマンはその2つ名の通り稲妻を操り操術と合わせた強力な攻撃が可能。特に判定が持続する突きとチャージ攻撃による波紋とはまた別の電撃によるスタンが強い。他にも打ち上げから落雷のコンボなどとにかく各種攻撃がかっこいい。ところでこいつスタンド使いでは？最後は独眼のカイネギス。出自は正当な騎士ではないらしく卑劣な戦い方を好み、毒による攻撃が最大の特徴。しかもその毒攻撃はワンボタンで使える回転切りで付与とこれまでの毒キャラとは一線を画す。毒が強いこのゲームにおいて最強の毒の使い手とあれば弱いはずはなし。毒の回転切りで周りの敵を殲滅し、残った敵も優秀な近接技とチャージ攻撃で仕留めることができる。最後のキャラ紹介はアダムスさん。なんでこのタイミングで？となるかもしれないが、このゲームにおけるアダムスさんの扱いとかが色々面白いのだ。これまで紹介してきたキャラたちは EX バトルというシチュエーションの決まったモードで使用できるのだが、アダムスさんだけなぜかそのモードにいない。そしてアダムスさんが使用できる唯一のモードがこの77リングの勇者なのである。まずなんでアダムスさんだけこんな隠しキャラ中の隠しキャラのような扱いなのかが謎すぎる。本来アダムスさんはストーリーモードで敵として戦うことができるが、その時の性能も倒してもなぜか復活を繰り返し何度も撃破しないと倒すことができないと異様にしぶとい。技名もなんか妙に面白いし、原作で2ページでやられたキャラをなんでこんなに奇妙な扱いにしているのか。本作最大の謎である。
プレイアブルの性能はというとまず当然のごとくバーストとチャージ攻撃を持っている。そして頭突きがわけのわからないくらい威力が高い。発生が遅く威力以外はさっぱりだがゾンビ相手には十分で、さらにヒット確認からチャージ攻撃でコンボも可能と無駄にテクニカルな性能。さらにこのモード、なぜか途中で77のリングを勝ち抜いた伝説の騎士たちも乱入してくる。当然クリアのためにはこいつらも一緒にぶちのめす必要がある。伝説の騎士たちをぶちのめした上での試練勝ち抜き。まさに正真正銘の勇者だ。アダムスさんを正真正銘の勇者にできるのはこの PS2 専用ファントムブラッドだけ。いやほんとなんだよこのゲーム。というわけでマイナーキャラからマニアックキャラまで、狂気のラインナップを誇るファントムブラッドのおまけモードでした。しかし登場キャラやプレイアブルはまだまだこんなものじゃなく、ディオ視点で各種バトルを楽しめるディオモードもある。このモードではまず少年ディオだけで衣装違いが3種類。そして青年編の人間を辞める前のディオですでに2種類。吸血鬼となった後も時系列の進行や幾何冷凍法の得得ごと各種バリエーションがある。いずれのディオもその性能は凄まじくカウンター技をはじめとした各種優秀な通常技を備え、幾何冷凍法を得得したディオに至っては鬼神のごとき攻撃性能と相手を凍らせる能力によりもはや無敵。その凄まじいまでの強さはまさに生物界の頂点だ。さらには慣れの果てのゆっくりディオも操作可能。こんな手も足も出ない状況でもガード不能のスケンギーアイズをしこたまばらまく凶悪性能。このようにディオの見つかえるモードといっても非常にバリエーション豊かな戦闘を楽しめる。他にもディオモードでしか戦えない敵モーリーシ仮面を被った不老者。不運にもディオの棺に触って破壊されてしまったはずのスティクス神父がなぜか憲法下のモーションで襲ってきたりもする。このようにこのゲームに注がれた原作愛は尋常ではなく、少し触れただけではわからないようなところでより深く実感できる。ジョジョゲーの歴史とはまさに制作人の原作愛の歴史なのだ。それではご視聴ありがとうございました。